こんばんは、上塚さやです。今回はディマッシュの第7弾、もう第7弾になりました。すごいですね、なんか、もうすごいっていうことはもう僕分かってるんですよ、ディマッシュは。でも、皆さんからリクエストを、いただいております。で、その中からですね、今回もですね、一曲、聴かせていただこうと思います。今回は、えっと、ダイディダウという曲を、聴かせていただきます。早速、行きましょう。うわ、これ何？民族楽器？津軽三味線みたい。いや、日本の津軽三味線みたい。おー。すごいこれ。いやー、すごい。Ат жастан қаламала сізге ерген жүзің бар өтіртінші айдай көрген есіме сен түскенде мен қарағым Озайсың қатып қалған ай іштің дерді Дәйді дауай Озайсың қатып қалған ай іштің дерді Шанамен менің достым қалғаның бар Мойнынан айырылудай ай алғаның бар Екеуміз айырылмастай болып едік Қайтер
샤워가는나 아가의 지렛 꾸렸을 가네 아 가이지의 누에 지문을 가이 샤워가는나すごい良かったですね。なんかもう僕も正直7回目なのでディマシの凄さはもう十分感じてるんですが、もう今回はそのクオリティの、素晴らしさっていうものをですねすごく感じています。まず最初に僕は印象的ですごく良かったのは民族音楽のアンサンブル、子供たちですよね。子供たちがあれ弦楽器で弾いてる部分、これこの楽器がですね、この弾き方とかその旋律だったりとか、あとは盛り上がり方で、盛り上がった時の弦の弾き方、拳を入れる、トレモロを入れるような感じの弾き方がですね、日本の津軽三味線にそっくり。もうね、メロディーラインは違えどテンションとか持ってき方がねすっごい似てるんですよ。だからカザフと日本の共通点っていうものをすごく感じますね。いやー、ここだ、これ。この
の辺りのトレンテ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 ントレンテ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 ンっていうところがですね、もう日本の津軽三味線、もう本当に似てるんですよ。いや、だって、あんなにね、日本とカザフがすごく離れてるのに、こういった共通部分ってあるんですね。サマルタンを聴かせていただいた時もそう感じたんですが、また改めてちょっとすごく感じます。ああ、ここでディマッシュも一緒に弾いてるっていうのが、なんかすごなんかね、ファンの人にとっても嬉しいですし、カザフのね、国の人たちにとってもなんかこういったシーンは嬉しいんじゃないですかね、なんか。僕見てるだけでも嬉しくなっちゃうもんな、なんか。これも2個なんだ。二弦の弦楽器2個なんですね。素晴らしい。こっから、雰囲気がガラッと変わって、ちょっと聞いた時には、なんか、スペインの音楽、スパニッシュ、フラメンコだったりとか、そういった雰囲気、南米の雰囲気をちょっと感じたんですが、で、楽器を見てると、やっぱり民族楽器がずらっと並んでるんですね。その楽器がまたバリエーションに富んでいてすごく面白いです。Açasta kalamalar sizge yerge Sözüm var öldürdün şey ayday kırge Yüzüme sen deskende bir karağım Озайсың қатып қалған ай іштің дерді Дәйді дауай Озайсың қатып қалған ай іштің дердіここからのアンサンブルが素晴らしい、素敵です。で、ちょっと今気になった部分があるんですけど、いいですか、戻しても。どこだったっけな、どこだったっけ、ここら辺かな。何が気になったかっていうと、最初歌ってる時、一番最初聞いた時に、ディマッシュの耳に目がいったんですね。で、イヤーモニターをしていなかったので、イヤーモニターしないんだと思っていたんですが、でも今聞いて、見てみるとですね、イヤーモニターをこう外して、ちょっとこう調子が悪いよっていうことをこうスタッフの人にこうアクションしてるシーンがあったんですよ。で、これはもうね、大きなステージなんで、もういろんなことが起こり得るんですね。だからどんな状態でも万全にやる必要があるんですが、そういった場面を考えると、ディマッシュは完全にこうちゃんとできるような状態ではなかった。
でもこれだけの歌が歌えるっていうのはすごいことなんですよ。僕がそれ言いたかったのはそれ。 Açasdan kalamalar Sizge yerge こういうふう Gözüm に今イヤーモニターをこうやってってちょっとおかしいっつってやってるシーンがあるんですけども、もうねこれはね本番にならないと本当にわからないんですね、何が起こるか。だってもうこれだけの人たちが集まってるもう大きなコンサートですから、ちょっとした手違いなんかで大きなことにつながっちゃうことがあるので、もうみんな真剣そのものにやってるんですよ。もうみんな真剣にやってもなおかつできてしまう、そういったトラブルがある。でもそういった中でももうスタッフの皆さんとか楽器の皆さんとかはもうねそれでもちゃんとやるぞっていうもう決意をしながらやってるので、どんな状態でも完璧にやるっていう本当にプロフェッショナルな世界を、でやってるステージなので、もうねもう感動するのはもうね当たり前なんですね。もうだってみんな真剣勝負ですからね。いや、そういったところ、ちょっと、そういった、ちょっとした場面をこう、垣間見れる、ところだったような気がします。Marutırtın şey Ayday kırge Yüzüme Sen teskenti Bir karağım Озайсам Атып қалған ай Эштің дердіそう、やっぱりイヤーモニターを、失っちゃうとやっぱり自分の声がちゃんと確認できなくなっちゃうので、やっぱりステージの上にもちゃんとモニターを置いてあるんですね、自分の声が返ってくるように。でそういったところもあるので、ちょうどディマーシュの前にこのモニターがありますよね。でそのところに立って歌うことができる。それで今の状況をどうにか乗り切るっていうような、そんな状況だと思います。まあでももうディマーシュもプロですし、周りもプロですからね。でそういった状況もスタッフもみんな分かってるので、もう必死にディマーシュを支えようとやっぱりやってるんだと思います。あたりのアンサンブルがやっぱり民族音楽のこう雰囲気があってですね、素敵ですね。何が素敵かっていうと、帽子が帽子かわいいですね。なんかこうイスラムの雰囲気を持った。カザフはイスラムの地域になるんですかね、ロシアの地域になるんだろうか。ちょっとそのあたりちょっとわかんないんですけど、でも帽子欲しいな。Şananen benim dostum kalmanan var Boynuna ayrılıda yay almanım var Çekilmez ayrılmaz bunu bildimここら辺のメロディーラインもやっぱりこうカザフの、民族音楽というのか、それともカザフの大衆音楽のメロディーラインなのか、そのあたりはちょっとわからないんですが、とてもエキゾチックな、ちょっとサマルタウの時のような民謡の張りのある声を、聞かせてもらえていたりですね、ちょっとまたポップスの要素も含まれている、ちょっとミックスチャーされている、とても、面白い、ところだと思います。
샤워가느라 아가의 수를 듣고 있어요. 가자. 아.ディマッシュは声高いんですね。声高いんですね。地声とか。で、身長が190以上あるっていうことを知って、って。あれだけ高い音が出せる人で、結構体格の大きい人っていうのは珍しいんじゃないかなと僕は思ってるんですね。高い声を出すってか、背が高い人っていうのは結構声が低くなりがちなんですよ。だから、高い声を出すのは難しいと思っていたんですが、ディマッシュは、もともと声が高いので、そのあたりは、いやでもな、低い声も響くしな。でも声帯長いと思うんだよな。声帯長くって高い声出すって相当大変なんですよ。本当に。だから、やっぱディマッシュは努力の人なんですね。そんな感じがする。この辺りの民族音楽の、ずらっと並んでるアンサンブルを見ると、本当にいろんな種類の楽器があるってことが分かって、いや、びっくり。横に弾く琴のような弦楽器だったり、さっき目にした時にはこう立てて弾いてる。それも形がなんかバイオリンに似てる、そんな楽器もあったり、国によっていろんなこうなんかね、似てるような似てないようなっていうような、そんなものが多いっていうのをちょっと今改めて思って非常に興味深いですね。ちょっと俺これびっくりしちゃった。だって急に来るんだもん。だってね、しょうがないもんね。今の口のもう本当に口の奥が開ききってるじゃないですか。で、さっき声帯の話をしたんですけども、声帯を伸ばすには後ろを引っ張らないと声帯がこういかないんですね。伸びない。で、伸びることによって高い音が出るんですよ。で、さっきディマッシュの声帯が長いって言ったんですが、短い声帯の場合はちょっと伸ばすだけですぐ高い声が出るんですね。でも長い声帯はもともと低い声から始まるので、その短い声帯よりもより伸ばさないと高い声が出ないんですよ。だからそれには本当にここら辺の筋肉トレーニングが必要になってくるんですが、これね、ほんと大変なんですよ。ほんと大変なの。この辺りディマッシュが感極まってるのは、これがライブが最後の最後のあたりの部分だったりとかするのか、多分最後なんだろうな。だからなんかね、お客さんが一緒に歌ってくれてるのをまたこう気持ちが入ってくるんじゃないかなと、そんな感じがします。この辺りもディマッシュの歌に合わせて後ろの弦楽器のアンサンブルの人たちが合わせて弾くんですね。これにもやっぱり呼吸というものが非常に重要になってくるんですよ。で、もうディマッシュの
ディマッシュの声に合わせてこう弾いていったりっていうことで、もうこの部分だけでもディマッシュとアンサンブルの人たちが一体化してるっていうのが見れるんですよ。もうこれもね、感動できる部分ですね。素晴らしい。いやー、この動画を見ただけでも、大きなステージで、ライブをするっていうことの大変さ、あとは一体化をすることが本当に大事だ。もうみんなで助け合って、一つのものを作り上げるっていう、素晴らしさっていうのをですね、この動画だけでも、感じることができるんじゃないかと思います。いや、素晴らしい、演奏でした。今回はディマッシュの、ダイディダウっていう曲を聴かせていただきました。ありがとうございます。僕の歌もですね、ここら辺に置いときますので、よかったら時間があったら、聴いてやってください。ではまたお会いしましょう。さよなら。